2010年代の初頭、世界中である異変が同時に起き始めた。アメリカのティーンエイジャーのうつは10年で 134% 増加し、不安は 106% 増えた。同じ頃、日本では10代から20代の死因第1位が自殺となり、その状態が今も続いている。北欧、イギリス、カナダ、オーストラリアでも、若者の精神不調が同じように急上昇した。国も文化も教育制度も違う国々で、なぜ若者だけが、しかも同じ時期に、同時に心を病み始めたのか。偶然なのか、共通の犯人がいるのか。2024年、社会心理学者、ジョナサン・ハイトの著書、The Anxious Generationが世界的なベストセラーになった。彼が指し示した犯人は、誰もが手のひらに持っているあの装置だった。今回はデータを使って、SNS は Z 世代の心を壊しているのか、という問いに迫っていく。チャプター1、2010年代に世界で起きた、同時多発。まず、世界各国で同時に起きた変化を時系列で整理しておこう。アメリカでは2011年頃を境に、ティーンエイジャーのうつと不安が急上昇を始めた。ハイトのまとめによれば、2010年代の10年間で、若者のうつは約 134%、不安は約 106% 増加している。アメリカ疾病予防管理センター CDC の調査では、12歳から17歳の 20% が過去1年に大うつエピソードを経験していることが判明した。これは CDC が30年以上にわたって精神健康を追跡してきた歴史の中で前例のない数字である。同じ時期、イギリスの NHS データでも、ティーンの精神疾患診断率は急増した。ノルウェー、スウェーデン、デンマークなど北欧諸国でも、女子ティーンを中心に同様の傾向が確認されている。カナダ、オーストラリア、ニュージーランドでも、同じ年代の精神不調指標は、ほぼ同じカーブを描き上昇した。一方で日本でも、別の指標で同じ異変が起きていた。2017年、人口動態統計で戦後初めて10歳から14歳の死因第1位が自殺となったのである。国も制度も文化も違う国々で、なぜか同じ世代だけが同じタイミングで心を壊し始めた。これは個別の社会問題ではなく、人類共通の何かが起きていることを意味する。では、その何かとは何だったのか。チャプター2、アメリカ YRBS2023 が暴いた衝撃。アメリカの異変を最も象徴するデータが CDC のユースリスクビヘイビアサーベイ、通称 YRBS である。これは2年に一度、全米の高校生を対象に実施される長期的な健康、行動調査だ。2023年の調査結果は、改めて社会に衝撃を与えた。高校生の 39.7% が持続的な悲しみや絶望を感じていると回答。28.5% が精神健康が良くないと答え、20.4% が真剣に自殺を考えたことがあると答えた。そして 9.5% が実際に自殺を試みたことがあると回答している。高校生の10人に1人が過去1年以内に自殺祈祷を経験している計算になる。性別差はさらに深刻だ。女子高校生の 53% が持続的な悲しみや絶望を抱え、27% が真剣に自殺を考えたと答えている。男子の数値も決して低くはないが、女子の落ち込みは特に深く、過去10年で着実に悪化してきた。2013年から2023年の10年間で、ほぼすべての精神健康指標が悪化している。これは、個人の弱さや家庭環境では到底説明しきれない、社会全体の構造的な変化なのである。チャプター3、スマホは何を奪ったのか、ピュー調査が示す現実。では、Z 世代の生活はどう変わったのか。アメリカの調査機関、ピューリサーチセンターが2024年に行った調査の結果が、その変化を生々しく描き出している。アメリカのティーンの 96% が、毎日インターネットを使っている。95% はスマートフォンを所有し、生活の中心に組み込んでいる。利用しているアプリの統計を見ると、73% が YouTube を毎日、
約 60% が TikTok を毎日、約 50% が Instagram や Snapchat を毎日使っている。特に15歳から17歳では、半数がほぼ常時オンラインと答えている。つまり、起きている時間のほとんどを、誰かのコンテンツや誰かの視線にさらされながら過ごしているのだ。ハイトは、研究をまとめてこう指摘する。1日1から2時間の SNS 利用なら、精神健康への悪影響はほとんど見られない。しかし、3から4時間を超えると、抑うつ、不安、睡眠障害のリスクが明確に上昇する。そしてアメリカのティーンの平均 SNS 利用時間は、すでに3時間を超えている。つまり、現代のティーンの多くが、すでに危険な水域に足を踏み入れているのである。しかも面白いのは、ピューの同じ調査で、ティーン自身の 38% が、自分はスマホを使いすぎだと自覚している点だ。チャプター4、日本も無関係じゃない、G7 最悪の若年自殺率。ここで日本に目を移そう。アメリカの話でしょうと思いたいかもしれないが、データはそれを許してくれない。厚生労働省と警察庁の自殺統計によれば、2017年に戦後初めて、10歳から14歳の死因第1位が自殺となった。それから現在に至るまで、10代から20代の幅広い年齢層で、自殺は死因のトップを占め続けている。国際比較で見ると、もっと驚くべき数字が浮かび上がる。10歳から19歳の人口10万人あたり自殺死亡率は約 7.0 人。20歳から29歳では 21.3 人。これらはいずれも先進7カ国、G7 の中で最も高い水準である。つまり日本は、若者の自殺率において先進国最悪のグループに入っているのだ。さらに、小中高生の自殺者数は2024年に529人と、統計開始以来の過去最多を更新した。これらの増加カーブが、日本でスマートフォンと SNS が普及していった時期と、奇妙なほどに重なっている。もちろん、自殺の原因は一つではない。学業、家庭、いじめ、経済格差、複雑な要因が絡み合っている。しかし、欧米と日本で並行して起きている異変を見れば、共通の構造的な要因を疑わない方が不自然である。チャプター5、ハイトの仮説、遊びベースからスマホベースの幼少期へ。ハイトは、ジ・アンクシャス・ジェネレーションの中で、この異変を、ザ・グレート・リワイヤリング・オブ・チャイルドフッド、つまり、幼少期の大改造と呼んでいる。彼の主張の核心はシンプルだ。2010年代初頭、私たちはスマートフォンを子供の手に渡し、SNS の常時接続を許容した。その結果、人類が何万年もかけて積み上げてきた遊びベースの幼少期が、わずか10年でスマホベースの幼少期に置き換わった。ハイトは、この置き換えが4つの面で深刻な影響を与えたと指摘している。1つ目は、社会的剥奪。友人と外で遊ぶ時間がスマホ画面の時間に置き換わり、対面の人間関係を構築する経験が失われた。2つ目は、睡眠剥奪。寝室にスマホを持ち込むことで、睡眠時間と質が大きく低下した。3つ目は、注意の断片化。数分おきに通知が鳴り、深い集中や読書、思索の時間が消滅した。4つ目は、依存症化。SNS のアルゴリズムは脳の報酬系を巧みに刺激し、ティーンの脳が中毒用の状態に陥った。これらすべてが、ちょうど脳の発達が最も繊細な時期に重なった。つまり、子供たちは、最悪のタイミングで最悪のツールを渡されたのである。チャプター6、4つの処方箋、まとめ。では、私たちはどうすればいいのか。ハイトはデータを踏まえて4つの具体的な処方箋を提案している。1つ、14歳になるまでスマートフォンを与えない。2つ、16歳になるまで SNS アカウントを作らせない。3つ、学校をスマホフリーにする。4つ、外遊び、自由遊び、親に守られない時間を子供に取り戻す。すでにアメリカでは複数の州が、学校でのスマホ禁止を法制化し、
フランスやオランダも同様の動きを見せている。日本でも一部の自治体が試験的に動き始めた。今回のデータから3つのことが見えてきた。1つ、Z 世代の精神不調は、0往日で同時並行的に進行する人類規模の現象であること。2つ、その時期がスマホと SNS の普及と完全に重なっており、強い相関があること。3つ、解決策は不可能ではなく、4つの具体的な処方箋によって取り戻せる可能性があること。Z 世代は弱くなったという言葉で一括りにするのではなく、データを正しく見ることで、私たちが渡したものの正体が見えてくる。最後に一つ、聞かせてほしい。あなた自身、または身近な Z 世代は、1日にスマホを何時間使っているだろうか。そしてその時間は、本当に自分が望んだ時間だろうか。ぜひコメント欄で、あなたの考えを教えてほしい。